これは整然と並んだ数字の山にしか見えないかもしれませんが、実は数学の至宝。インドの数学者はこれを趣味線の階段、イランではハイアームの三角形、中国では陽気の三角と呼んでいた。西洋ではフランスの数学者ブレーズ・パスカルにちなんでパスカルの三角形として知られている。後からやってきたのに名前がついてちょっとずるい気もするが、パスカルは大きく貢献している。これほどまでに数学者たちを魅了してきた理由とは？その理由はパターンと秘密の宝庫だから。まず何といっても生成パターン。まず1とその両側を囲む目には見えない0から始める。その2つを足して次の行を生成する。これを繰り返していくが、さらに続けていくとこのようにパスカルの三角形は無限に続く。この各行は x プラス y の n 乗という形で表される二項展開の係数に対応している。ここで n は列の数を表し、0から数え始める。n イコール2で展開すると x の2乗プラス 2xy プラス y の2乗となる。係数、つまり変数の前にある数はパスカルの三角形のその列の数字と同じになっている。n イコール3も同様でこのように展開する。このように全ての係数を探すのにこの三角形は手軽な方法なのだ。しかしこれだけではない。例えば各行の数字を足していくと次々に2の類乗が得られる。任意の行で各数字を10進法展開に当てはめてみると、例えば2行目の場合 1×1 プラス 2×10 プラス 1×100 で、これは121だから11の2乗。6行目で同じことを行うと合計は177万1561で、これは11の6乗になる。幾何学的な応用もある。この対角線を見てみよう。最初の2列は単なる1の羅列だが、次は正の整数で自然数としても知られている。しかし次の対角線の数は三角数と呼ばれている。それは点をいくつも積み上げていくとこの数の正三角形の形に積み上げられるから、次の対角線は正四面体数と呼ばれている。先ほどと同じように正四面体に積み重なるからだ。今度は奇数に影をつけていったらどうだろう。三角形が小さい時は大したことはないが、何千もの列になってくるとシェルピンスキーの三角形というフラクタルが得られる。この三角形は数学の賜物であるだけでなく、中でもとりわけ確率や組み合わせの領域の計算では大変便利なもの。例えばあなたが子供を5人欲しいと思ったとして、理想の家族である女の子3人と男の子2人になる確率を知りたいと思ったとする。二項展開で表すと女の子プラス男の子の5乗。では5列目を見てみよう。最初の数字は女の子5人、最後の数字は男の子が5人の場合、3番目の数字を求める。すべての可能性のうち10だから32分の10、つまり 31.25%。 または無作為に12人の友人の中から5人をバスケットボールの選手に選ぶとする。5人のグループは幾通り考えられるだろうか。組み合わせでは 12C5。 この方程式を使って計算するか、三角形の12列目の6つ目の要素を見ると答えが出る。パスカルの三角形のパターンは数学の織りなす美しさの証なのだ。そして今なお新たな秘密は続く。最近ではこういった種類の多項式の展開方法が発見された。次は何が見つかるのだろう。それはあなた次第です。数学は思いもよらない意外な場所に使われています。ミツバチの巣もその一例です。あの小さな昆虫たちが幾何学的に完璧で数学的にも効率の良い巣を作り出すことができる理由は、この動画でご紹介します。